LC の144分の1スケール F16XL を紹介するのだ。144分の1スケール F16XL。 当チャンネルではあまり馴染みのないスケール、それにかなりニッチな選択肢が来ましたね。まあ慌てずに順を追って説明していくのだ。まずは144分の1スケールからなのだ。ふむふむ、投稿者の主戦場といえば72分の1スケールと48分の1スケールでしたよね。最近はこのチャンネルをきっかけに24分の1スケールにも手を出していますけど。そうなのだ。実は最近イオンの食玩コーナーで F トイズの144分の1スケールの塗装済み食玩を買ってみたんだけど、これが驚くほど良かったのだ。ミラージュ2000が入ってたやつね。機体の存在感はありつつ場所も取らない。ラインナップを並べて眺めると壮観で、このスケールもありだなと実感したのだ。なるほど、スケールの再発見というやつね。それで144分の1スケールが気になり始めたと。そうなのだ。ちょうどヤフオクでパソコンのパーツを見ていた時におすすめ欄に出てきたのが今回の F16XL だったわけですね。まさにその通りなのだ。 F16XL はプラモデル化の数が少なく、独特のクランクとアローデルタ翼が魅力の機体。ある意味 F16 派生機の中でも特別な存在なのだ。72分の1スケールだとモノグラムが出してましたよね。あんまり評判は良くないようですが、投稿者は積んでいるんでしたっけ？そうなのだ。いつか作りたいと思って保管していたんだけど、もったいなくてレビューするタイミングを逃していたのだ。そこでコンパクトで手頃な144分の1スケールが目に入ったと。そういう流れなのだ。これなら気軽に作れるかと思って購入したのだ。でもアリーって144分の1スケールの F16XL なんて出していましたっけ？アリーは LS から金型を引き継いだシリーズを多く展開していたので、その中の一つとして F16XL も存在するのだ。なるほど、F トイズでスケールの魅力を再発見。昔から気になっていた F16XL の144分の1スケール版を発見、即購入という流れですね。そうなのだ。ところで F16XL って144分の1スケールで他メーカーも出しているんですか？実は結構出ているのだ。ただし怪しい点が多いのも事実なのだ。怪しい？詳しくお願いします。F16XL の144分の1スケールの初出は LS1984 年なのだが、ふむふむ、 LS は144分の1スケールでシリーズ化してましたね。その後アリー、トランペッター、ミニホビーモデルズ、 CC リー、LL、エアフィックス、ホビークラフトなどいろんなブランドが発売しているんだけど、結構出ているわけね。どれもランナー構成がほぼ同じなのだ。あ、これはオマージュ、いやほぼコピーというやつですね。そうなのだ。アリーは LS の金型だとして、それ以外は OEM なんですか？どうやらもっと複雑で、トランペッター系コピーと CC リー系コピーという2系統が存在しているっぽいのだ。へえ、そんな勢力図なんですね。エアフィックスや LL はどうもトランペッター系のようなのだ。ということはほとんどの144分の1スケール F16XL は LS の設計を元にしたオマージュ品ということですね。その認識でほぼ間違いないのだ。もちろん全てを確認したわけじゃないから断言はできないけど、ディテール面でオリジナルより劣る可能性は高いのだ。今回はミニホビーモデルズ版との比較もやるんですよね。そうなのだ。ミニホビーモデルズはトランペッター参加ブランドと言われていて、実際に所在地も同じらしいのだ。ホビーボスもそのあたりの企業群に属してますよね。そうなのだ。辿っていくと結局は同じグループに行き着く感じなのだ。つまりミニホビーモデルズはトランペッターのパッケージ替えというわけね。そう見ていいと思うのだ。なので今回は LS 金型体関係のアリー版、トランペッター系のミニホビーモデルズ版、この2つの系統の比較も少しやってみるのだ。久しぶりに比較レビューができそうですね。しかも今回は塗装してちゃんと完成まで持っていく予定なのだ。これは楽しみですね。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは遥か上空を飛ぶ F16XL なのだ。マーキングは試作機のようですね。尾翼のカラーリングが良いですね。箱の中身はホワイトのランナー2枚、透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは1種類、試作1号機となる。なるほど、この後 NASA に引き渡されてマーキングが変わるわけね。部品点数は全部で45点、
スモールサイズの144分の1スケールのジェット機ですが、部品点数はそこそこありますね。それではアリーの144分の1スケール F16XL の製作始めるのだ。最初に操縦席の組み立てなのだ。ふむふむ。といっても操縦席は胴体と一体成形、胴体上面パーツを切り出して終了なのだ。パイロットもついてませんね。ついていないのだ。ミニホビーモデルズとの比較はこんな感じですね。ミニホビーの方がディテールがだるい感じかな。次はエアインテークですね。エアインテークは全部で3パーツ構成。エアインテーク左右を貼り合わせてエアインテーク鋼を接着する。ミニホビーモデルズ版も同じ構成ですね。ちょっとモールドがだるい感じがしますけどね。次はエンジンですね。エンジンといってもノズルのみ、今は切り出して終了なのだ。ミニホビーモデルズとの比較はこんな感じですね。次は主翼、垂直尾翼、胴体なのだ。今回は三角ですね。最初に胴体と主翼の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は主翼と一体となっていて、上下分割の2パーツ構成となるのだ。合わせたらエアインテークを取り付けね。先ほど組み立てたエアインテークを胴体下に接着するのだ。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドとなります。パネルラインはシャープで好印象ですね。ミニホビーモデルズはどんな感じでしょうか？大モールドなんだけど、かなり太いモールド。上面中央ラインは曲がっているのだ。胴体側面の厚みも随分と違いますね。ミニホビーモデルズ版だとこのくらい開いて、間にプラ板を詰めるといいかもなのだ。次は垂直尾翼ですね。垂直尾翼は1パーツ構成。切り出したら胴体に差し込むのだ。ミニホビーモデルズも一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなっているので、操縦席の開閉選択ができない。ミニホビーモデルズの方が少し大きいかしらね。大きいし、枠の数が違いますね。次は足回りですね。まずは左右支脚からなのだ。支脚は左右一体で5パーツ構成。タイヤと支脚の構成ね。胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚は1パーツ構成となっているのだ。ここも胴体に取り付けるカバーがあるわけね。ミニホビーモデルズのカバーはめちゃめちゃ太い。削るにしても大変そうね。次は吊るし物なのだ。ふむふむ。まずは空対空ミサイルからなのだ。左右の翼端にサイドワインダーを1本ずつ吊るせるわけね。胴体下にはアムラームを4本吊るせるのだ。さらに本機の特徴であるたくさんのパイロンがありますね。そうなのだ。まずはパイロンを16個取り付けるのだ。そのうちの6箇所に爆弾を吊るせるわけね。爆弾を複製できるなら全部吊るしたいところなのだ。では終わりに総評なのだ。今回はアリーの144分の1スケール F16XL の仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみた率直な感想はどうでしたか？吊るしがかなり多いので部品数はそれなりにあるんだけど、機体本体のパーツ構成は意外とシンプルで思ったよりサクッと形になったのだ。ではモールドの印象はどうでした？全体的にシャープな大モールドで統一されていて、スケールを考えると十分すぎる仕上がりだったのだ。気になる人は軽く掘り直しをしてやるのもありなのだ。パーツの合いはどうでした？特に大きな問題はなかったのだ。合わせ目は機種側面と主翼下面に出るんだけど、とりあえず処理が必要なのは機種の横だけで、そこさえ整えればすぐに塗装に進めるのだ。吊るし物が豊富でしたね。ミサイル類は必要十分なんだけど、爆弾が明らかに足りないのだ。パイロンの数に対して爆弾の数が全然合わないので、本来は全部にずらっと吊るしたいところなのだ。144分の1スケールでも追加並走パーツって売ってるんですよね。そうなのだ。今だと入手性はちょっと難ありなのだ。ではミニホビーモデルズの方はどうでした？正直劣化コピー感は否めないのだ。筋彫りは太めで箇所によっては明らかに曲がっているし、機種の厚みもかなり薄くて横から見ると別物に見えるレベルなのだ。キャノピーが少し大きいのも印象を変えていますよね。そうそう、そのせいでバランスが崩れてしまっているのだ。でも入手性はミニホビーモデルズの方が良いんですよね。その通りなのだ。アリエクなどで探せばいくらでも出てくるし、値段も非常に手頃なのだ。ただ完成シルエットが F16XL に見えにくいのは痛いポイントなのだ。そうなると多少高くても中古ショップなどでアリーワンを探す方が満足度は高そうですね。F16XL らしい形を求めるならアリーや LS を選ぶのが現状ベストだと思うのだ。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。
チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。